皆様こんにちは、セリナです。今回は8月18日発売、エレガンスバルベクルールパレット限定色100エターナルヒロイン101エンドレスグローリーを徹底レビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デポトスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。発売前からかなり話題になっていたエレガンスの新作アイシャドウがいよいよ登場ということで、今回の動画では限定色として登場する100と101のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックを作って徹底解説していきます。定番色の全10色も近日中に全色レビューでご紹介しますので、チャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなコスメの組み合わせ方など深掘りした内容をご紹介しています。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。エレガンスパルフェクルールパレット限定色100エターナルヒロイン101エンドレスグローリー。まとうほどに透明感と色彩の深み際立つ洗練された気品のある眼差しへ。エレガンスコスメティクス40周年を彩る新アイカラーパレット誕生。100エターナルヒロインはきらめきも陰影も上質に盛り、ドラマティックな雰囲気に。101エンドレスグローリーはリッチなゴールドが目元に瞬くラグジュアリーな瞳をアクセサリーに。では100から順にパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。100エターナルヒロイン。パレット1色ずつをパーソナルカラーに置けると、左上はブルベ夏におすすめ。ほんのり青みニュアンスのソフトマットローズ。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに置けると、ミューティッドサマーにおすすめ。右上はイエベ春におすすめ。クリアなベースにイエロー、ゴールド、ピンク、ブルーの鮮やかな大粒カラーラメがきらめきます。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに置けると、ビビットスプリング、ブライトスプリングにおすすめ。左下はブルベ夏、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだライトブラウンのベースに、ピンクとシルバーのラメとパールがたっぷりきらめきます。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに置けると、ミューティッドサマー、ミューティッドオータムにおすすめ。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのり赤みニュアンスのオーソドックスなブラウン、マット質感です。黄身が得意な方、ブルーベース全般の締め色におすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。ふんわりしたソフトマット質感です。粉質はかなりしっとりしていますが、軽やかで柔らかいので、発色もしますが、調整もしやすいです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。パレットで見るともう少しくすみ感が強いのかなと思いましたが、軽やかな粉質で重ねても絶妙な透け感があるからか、程よいくすみ感で暗いイメージにならないところがすごく絶妙だなと思います。ふんわりしているソフトマット質感とくすみカラーのバランスが抜群です。続いて右上のカラーです。こちらは反対に塗っているソフトマット質感とは対照的で、こんな感じでかなり贅沢なラメを楽しめます。2色目、単色塗りだとこんな感じです。手元で見た時もかなり大粒の華やかなラメが楽しめるなと思いましたが、
まぶたの上に乗せた方がそれぞれのラメのカラーまでしっかり見えて、さらに華やかな印象がアップします。ベースがクリアなので透明感を保ったまましっかりラメを楽しめる印象です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらもかなりラメたっぷりのタイプです。先ほどご紹介した右上のカラーよりもラメの粒が小さくて、その分ラメの量が大きいので光を放つような艶めきを楽しめます。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。細かいラメとパールがたっぷり入っているので、パウダータイプとは思えないほどの濡れツヤ感と強い光の立体感を楽しめます。まぶたの上に乗せるとシルバーやピンク系などのラメがしっかり光るイメージです。最後、右下のカラーです。こちらはふんわりした柔らかいマット質感ですね。発色はしっかりしていますが、伸びがいいので調整しやすいです。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。ほんのり赤みを感じるようなベーシックなブラウンでふんわりしたマット質感なので、かなりオーソドックスで使いやすい指名色かなと思います。深みもあって発色もしっかりめですが、粉質の効果で調整もしやすいです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、ワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはかなり華やかなツヤラメカラーを塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って、ワンまぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。ツヤラメカラーとマットカラーのコントラストが立体感を生んでくれて、このパレットのいいところだなと思います。続いて左上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたはソフトマットなくすみカラーで柔らかく仕上げていきます。最後に右上のカラーを指に取って、ワンまぶたの黒目の中心にのせていきます。さらに大粒ラメを足して華やかにしていきます。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。100は4色中2色がかなり華やかな大粒ラメが光るカラー、そして2色はふんわり柔らかなマット質感なので、今回のようにラメカラーをメインに使うとこんな感じで、ゲーデー色らしいかなり華やかで特別感のある目元を楽しめます。マットはふんわりしていて柔らかいので、ラメカラーとも綺麗に馴染んでくれて、質感のコントラストを楽しめます。ラメ好きの方にはたまらないパレットなんじゃないかなと思います。着てみるとこんな感じです。続いては101をご紹介していきます。101、エンドレスグローリー。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るい黄身ブラウンのベースにゴールドのラメがたっぷり輝きます。黄身が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ウォームスプリング、ウォームオータムにおすすめ。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすんだ明るいブラウン、マット質感です。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーにおすすめ。左下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ホワイトのベースにシルバー、ピンク、ブルー、ゴールドの大粒ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーにおすすめ。右下はイエベ秋、イエベ春におすすめ。オレンジニュアンスのブラウンにゴールドやレッドの微細ラメがきらめきます。黄身、深みが得意な方に使いやすいです。暖色塗りならウォームオータム、イエローベース全般の締め色にもおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に暖色塗りして、実際のカラーや質感などをご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。こちらはベースのカラーもしっかり発色しつつ、パールの艶めきも同時に楽しめて、
かなり華やかなタイプですね。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。手元で見た時はもう少しオレンジのニュアンスが強いかなと思いましたが、まぶたの上にのせるとしっかり華やかさは感じられますが、派手にはなりすぎない、とても計算された大人っぽいゴールデンブラウンに発色するなと思います。ベースのカラーと上から輝くラメのカラーが同系色なので、メリハリはありますが馴染んでいて使いやすいです。続いて右上のカラーです。こちらもふんわりしたマット質感ですね。発色も柔らかめです。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。なんとかしっかり指で塗り重ねてもこのくらい柔らかい質感で肌に馴染みながらも自然な影をつけてくれます。ベーシックカラーとしてかなり活躍しそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。3色目はこんな感じのかなり華やかな大粒ラメが楽しめます。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。ホワイトのベースにピンクやグリーンなどの寒色系の大粒ラメがキラキラ光ります。透明感がかなりアップしますが、よく見るとゴールドの微細ラメも入っているので、適度な温かみも感じられてとても可愛いです。最後、右下のカラーです。こちらは絶妙なツヤを感じられるタイプですね。適度な鮮やかさもあるシメ色です。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。オレンジニュアンスが強く、程よく血色感もあるようなブラウンカラーがとても今っぽいです。締め色に使えるような深みもありますが、まぶた全体にのせても大人っぽく落ち着いた印象でとても可愛いと思います。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、パレット全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは軽いラメカラーをベースに使っていきます。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。単色でもものすごく可愛いですが、ベースにラメカラーを押し込んでおくことで、より大人っぽいニュアンスでこのカラーをまとえます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。しっかり発色する鮮やかな締め色をのせていきます。最後に右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは肌なじみのいい絶妙な影色を仕込んでおきます。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。今回はパレット唯一の寒色ラメをあえてベースに引いて、その上に暖色カラーの大人っぽいグラデーションを作ってみました。全体的に色味がはっきりしているパレットですが、絶妙な大人っぽさや肌なじみの良さがあるので、派手になりすぎず、ベーシックなカラーに一癖プラスしたい時にすごくいいなと思います。限定色なのがもったいない配色なんじゃないかなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでエレガンス大注目の新作アイシャドウパルフェクルールパレットの限定色2色をご紹介していきました。限定色はとにかくラメの質感がものすごく綺麗で、特に100番はグリッターのような大粒のラメが楽しめます。どちらも数量限定での登場ですので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。